皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらファーウェイバンド7を前回レビューしてから2週間ほど経ちましたので、気づいたこと、そしてまた分かったこと、検証してきたことについてご紹介したいと思います。その間にやったこととして AOD を使った上でバッテリー持ちがどれぐらいだったのか、そして AOD なしの場合ですね、その点もお届けできればと思います。ただですね、ちょっとバッテリーに関しましては現在ね、ここ見ていただきますと残り 5% になっています。これは計算上も今日現在でバッテリーがおそらくなくなるっていうことを見越して今撮影をしています。そしてその他にこのストラップのことについて、また通知のこと、そしてスマートアラームのことをまとめていきたいと思います。では本日も聞いてみましょう。まず最初に分かったこと、そして気づいたことの一つ目の点なんですが、この AOD の使った時のバッテリーの持ちについてご紹介したいと思います。この状態になりますけども、どれぐらいのバッテリーの持ちだったのかの表を今表示しています。まず1日目なんですが、6月2日の木曜日の夕方の16時にバッテリーが満充電になってスタートしています。そして1日が経った時、6月3日金曜日の夕方の4時、65% になりました。この間に 35% も消費していました。めちゃめちゃ減ってますね。そして2日経った6月4日の土曜日の同じ時間ですね、16時 31% に減っていました。ですので前日差では 34% も減っています。もちろんワークアウトとかヘルスケア系はほとんどオンにしてありますので、睡眠計測とか心拍 SpO2 の計測ですね、そのあたりは全部オンになっています。そして最終日6月5日日曜日の夕方の4時0% になっていました。だいたいその頃になくなったということになります。ですのでやはり1日あたり 30% から 35% ぐらいの間ですかね。めちゃくちゃ減ってますね。 AOD をオンにしていると相当バッテリー消費が激しいということが分かりました。ですのでこれはちょっと使い方にもよりますけども、必要な時だけオンにした方が無難なのかなという気はします。ただこれまで Apple Watch を使っていた方からすると3日間持つっていうのはやっぱり買ってよかったなと思われるかもしれませんね。これからですね、一応この機能はついているけど使わないっていう手もあるかもしれませんし、3日間持てば十分だよっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、このあたりはね、ご自分の使い方に合わせてオンにするのかオフにするのかっていうことになると思います。そしてもう一つね、ちょっと気づいた点がありまして、例えばこのようにして今ついていますけども、全く触らない状態、つまりこのスマートバンドの中のモーションセンサーですね、動きを感知するセンサーが動きが見られないなということを感知したら、画面をオフにする、消灯にするという機能がついてるんじゃないかなという感じがします。なんでそういう曖昧な言い方をするかっていうと、消えた瞬間を確認するには自分自身が眠っている時とかしかわからないですね。今消えましたね。やっぱそうですね、数分経ちますと画面がこうやってオフになります。じゃあ今ちょっと触ってみますね。つきました。バッテリーが切れてるわけじゃないんですよね。これめちゃくちゃいいですね。最初ね3から5分ぐらいかなと思ったんですが、今これ撮影をしながら気づいたんですけど 1,2 分で消えましたね。ですので寝てる間には常時点灯ディスプレイは消えるっていうことになると思います。ただ動きがちょっとでもあるとまたつくのかなっていう感じがしますね。少しでもねバッテリー消費を抑える、そうした工夫が見られるっていうことが分かりました。では AOD をオフにした場合のバッテリー消費について表にしてありますのでご覧いただければと思います。まず6月5日23時 100% になっています。そして1日経った6月6日の23時に 89%、 1日目にして 10% 近く減っています。そして6月7日の火曜日16時に 80%、 そして6月13日の月曜日に 12% ですね。ですのでここまでだいたい8日間経っていまして、1日あたりだいたい 10% から 12-13% という感じで減ってきています。そして本日6月14日の火曜日の9時40分になっていますが、残り 4% になりましたので撮影をしています。おそらくもう16時になった時点では 0% になるんじゃないかなということで、ほぼ確定ということで撮影を今しています。 AOD をオフにしている場合になりますけども、9日間のバッテリー持ちということになりました。どうですかね。個人的には持たないなという
感じがします。というのはですね、こちらの6はですね、初めて2021年の4月の終わりに入手した時からバッテリーの調査を始めましたけど、開封して初めてバッテリーを満充電にして調べたところ14日間だったんですね。それが1年経った頃には10日間ぐらいになっています。当然ながらこちらの6は AOD ついていなかったんですね。ですので全く同じではないってことは一つあります。しかしながらこの7、新しい新型に関しましては AOD をオフにしても9日間ということになりましたので、5日間ぐらい違うんですね。これなんでこんなに違うのかなってちょっと考えたんですけども、憶測でしかありませんが、ハーモニー OS が影響しているのかなという気はします。で、6になりますとハーモニー OS ではなく何が動かしているのかは明らかになっていませんけども、多分バンド専用の OS がね使われていると思います。ハーモニー OS はファーウェイが今推し進めているスマートフォンとかね、この時計もそうですし EV も使われていますよね。それをこちらにも搭載しているので、もしかしたら重いのかもしれませんね。そういった意味でバッテリー消費が若干でもね変わってきているのかなという気はします。ですのでバッテリーの持ちでもしどっちを買おうかなと悩んでいる方がいらっしゃれば、そしたらファーウェイバンド6でしかも安くなっているということもありますのでいいのかなという気もします。 AOD を使わないのであればファーウェイバンド6でもいいのかなという気はしますね。この辺りは使い方次第ということにはなると思いますが、 AOD をどうしても欲しいよってことであればもう7しかありませんのでね、その辺りは一つ目安になるんじゃないかなという気はします。ということでですね、バッテリーの持ちについてご紹介しました。では次の点になります。これはねすごい良かったなという点なんですけども、それはこのストラップが非常に材質が良くて肌触りが良くて装着感がいいという点です。ただこのバンドの形状ですね、ここがちょっと変わってしまったのが痛いなとは思いますけども、これを装着した時の肌心地がすごくいいですね。ボディも 1mm なんですが上が7ですね、薄くなっているのもあってこの 1mm の差って結構感じますね。これは意外でした。1mm なんてほとんど分かんないんじゃないかなと思ったんですが、肌感覚っていうのはすごいですね。この 1mm の差は薄さをすごく感じました。そしてよく見ていただくとこの7上の方はよりフラットに近いなと思います。6はこう少し曲面が強い感じがしました。これもやっぱり比べてみて分かったことなんですけども、だいぶねこの差っていうのは肌につけた時の感じっていうのは違いますね。今ね装着してみましたけども、この肌触りっていうのはすごくいいなと思います。ただ装着するのがやっぱり前から同じように面倒くさいな、そして引っかかりがここちょっと強いのでバンドをこう止める最後の部分ですね、ここが差し込みにくいなっていうのをすごく感じます。でも装着してしまうとフィット感がすごくいいのでつけ心地がいいっていうのと、そしてそのうちにねつけてることを忘れるぐらい快適に感じています。これはすごくいいなと思います。次の点ですね、これはですねアラームの部分になりますけども、今5時20分に設定してあります。でそして中身を見てみますとここですね、アラームと書いてあります。それに対しましてファーウェイバンド6のアラームのところを見てみますと、ここですね、スマートアラームと出ています。これは6時25分の少し前ですね、10分とか15分ぐらい前から目覚めのいいタイミングを見計らって起こしてくる機能になります。それがファーウェイバンド7、新しい方にはなんと削除されてしまったということがすごく意外でした。わざわざなんで削除したのっていう感じがします。ひょっとしたらなんですが、今後また再追加することによって新しい機能だよっていうふうに出してくるのかなという気もします。目玉機能とかねアップデートで追加されたっていう風にやってくるのかなという気もしますけど、これはソフトウェアでねなんとかなる問題じゃないかなという気がしますので、それをね期待したいなと思います。ファーウェイさんぜひお願いいたします。そして次の点になります。通知がですね結構最初からよく届きます。この下から上にスワイプしますとこのように通知が今一覧表示されていますね。こういう風になっています。これをタップしますと中身をね読むことができますけど、ファーウェイバンド7ワンウィークレビューっていう風にトゥードゥーリストの通知が届くようにしてありました。それでこの通知がね今なんでよく届くよっていう話をしたかっていうと、このファーウェイバンド6の時に初めての頃なかなかやっぱね通知が来なかったことが多かったからなんですね。でも今回この7に関しましては最初からねよく届きますし、スマホとの接続性も高いっていった点が良かったなと思います。この点ですね、このヘルスケアのアプリを見ていただくと分かりやすいんですが、このファーウェイバンド7接続済みとなっています。残り 4% になっていますが、これがたびたびファーウェイバンド6の時は接続が切れてしまっていることが多くてなかなか同期してくれないんですね。
ですので結局のところ通知も来ないということになってしまいました。でもアップデートを繰り返していくうちに安定してきまして、ほとんどね接続済みの状態を保ってくれましたので、これはすごくね改善されてきたんじゃないかなと思います。今も接続済みになっていますので、通知に関しては良好になっています。そしてこのファーウェイバンド7とファーウェイバンド6ですね、同じワークアウトをした時のデータの違いというのも見てみました。その結果ですね、ちょっと面白いことが分かりましたので、この表にしてねお届けしたいと思います。まずファーウェイバンド7のデータなんですが、このデータはとある日のワークアウトのウォーキングですね、行った時の情報になります。すべての情報を比較しているわけではありませんけど、分かりやすい部分でご紹介したいと思います。ファーウェイバンド7がワークアウトを終えた時のデータの記録ですね。だいたい時間がですね、1時間ちょっとウォーキングをしています。1時間2分56秒。ファーウェイバンド6では1時間2分55秒。これはボタンを押す誤差になりますので、違いはほとんどありません。そして距離の部分ですね。これ全然違いますね。7の方は 5.35 キロなんですが、6の方は 5.07 キロになっています。実はこれですね、GPS 連動でウォーキングした時にだいたい5キロになりますので、この GPS を使っていないにもかかわらず 5.07 キロとファーウェイバンド6の方はデータを出してくれました。ですので7の方が多めに出てしまっています。そして消費カロリーは389カロリーで全く一緒でした。ここは優秀ですね。しかしながら歩数の部分ですね。ファーウェイバンド7が7119歩、ファーウェイバンド6が6887歩ということで230歩ぐらいですかね。それぐらいの差になっています。これはちょっと大きいなと思いますね。全く同じセンサーをもし積んでいるんであれば結構個体差があるんじゃないかなという感じがしました。それでですね、ちなみになんですが、この新しく出ましたミースマートバンド7なんですが、これ3本同時に実はテストをしていました。ですので、このミーバンド7のデータも合わせてご覧いただければと思いますが、距離がですね、ミーバンド7は 4.29 キロでした。ですので、全く短いですね。ファーウェイバンド7と1キロ以上の差が出てしまいました。消費カロリーは516カロリーでしたので、かなり多めに出ていますね。そして歩数はほぼですね誤差に近いなと思いますが、ミーバンド7は7060歩だったので、ファーウェイバンド7と60歩ぐらいの差になりますね。ですのでだいぶね、そのバンドによっての歩数の差っていうのが出るんじゃないかなという感じが分かりましたし、ファーウェイバンド7は少しね多めのデータですねなっていました。この辺りはどうなんでしょう、個体差があるんじゃないかなという気はします。こうしたデータをね少し参考にされていただければと思います。では2週間使って分かったこと、気づいたことということでお届けしました。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。